ワンインチチャンネル、はい始まりましたけど、どうもはい特別会、お世話になってます。はい特別会、どうもはい神戸が板付きっていうのは特別会ですけれども、そうですね。特別ではない。はいはい前回鯖江はいに行かせていただいた時に、先生がこの会社をねいろいろ見させていただいてたじゃないですか、BJ クラシックを。先生もいや僕もこういうのいろいろやったんですよとか、そうですね。生産管理いたんでみたいなそうそう言ってて、そうですそれポロポロ言うことが言ってましたコメント欄ではい結構先生ってやっぱそういうのっていうサラリーマンやってたんだ。サラリーマンやってたんだっていうのなんで、はいで僕らもやっぱそこまで先生に詳しくは聞いてないというそうですねか、陰と陽で読んだ情報ぐらいしか知らない。あんまりみんなと変わらないかもしれないですね。だからちょっとそれを深掘りじゃないですけど本当に話せるサラリーマン、サラリーマンやってました。月曜かからら金曜まで、まあ土曜日ももちろんあった。普通のサラリーマン。普通のサラリーマン。スーツ着て。もうスーツ着て普通のサラリーマン。スーツ着て出勤するってことね、はいでアフター5に帰るじゃないけどそうですね。なるほどね。それは一つの会社にいたんですか、こう転々といや僕した転々としてないんですよ。そこの会社一社。で就職してそこからずーっといたというか。そうそう。あんま転々とするのが多分好きじゃないタイプ。そうか。G君度は何年でしたっけ25年。転々としないよ。転々としないんですよ僕は。だからしないね。そう一筋をとかね。一筋を。だから好きやったのでそんね、まあ多分詳しく聞いたらあれですけど、何系のサラリーマンなんですか。工学系というか。でもこの間うん。鯖江の動画でカメラ関係です。カメラ関係だから俺とかがカメラ買い替えるとそのレンズみたいなそう結構そうカメラ部っていうところにいて霧島部っていうなんかその部署ものすごいいろんな部署あるんですよ。その名前は言えないですけどとんでもないでかい会社ですよね。そうですね。知らない人はいない。多分知らない人はいない。だって中国とかも行ったりとか。そうです中国もそう出張何回も行ってました。パワハラしない。だから武術やってることもその会社の中では僕はそんな言ってなかったんで、だから動画にこう出始めた時に徐々にバレ、こいつだよなみたいな。そうこいつだよ。だからそのインタビューでも書いたけど、そのある時部長に呼び出されて別の部署のなんかやっちゃったかな、思ったらさ YouTube におすすめで出てくるんだよね君がだよね君だよねっていうはいっつって、その頃まだワンイチチャンネルもやる前バレ始めました。そこで会社では怖かったの分かった時ねその先生ねちっちゃくて笑顔で「はいはいはい」みたいな感じで、その部長もあの時怒っちゃってごめんねごめんねみたいな。でもね仲のいい先輩っていうかちょっとやんちゃな先輩がいつもこうやって「あいしー!」みたいな。やってきた先輩はすごい言ってきた「おい!」って「言えよお前!」なるほどね。なるほどね。サラリーマン何年やられてたんですか。10年以上やってましたね。部下とかも。部下もそう最終的には10人以上いて、カメラの解析だとか何をするんですか。その僕サラリーマンしたことないんで。だから新しい製品っていうかそういうのができると、その製品がこう工場で生産できるようにするまで立ち上げるんですよその新しい機種を。でいろいろやるんです。その、実験っていうか、例えば現場で不良が出たりすると現場に行ってそれがどういう問題でそれが起こっているのかとか解析して修理っていうかどうやって直すのかとかもやったり。ただ神戸とは全然また違う。俺は営業職だった。営業職でしたよ。いやこの人もやり手やもんね。いや俺の話は別にみんなが誰もが知る会社だった。でかい会社。いや誰もが知るってことじゃないけど、僕バリバリだったもんね。バリバリやってました。バリバリだよ。僕も11年ぐらいかやってましたね。それそうだよね。それもだから YouTube のことは言ってたの。僕もバレ始めてましたね。やっぱそうでしょ。この声前から似てると思ってたけど、ついに神戸って出始めてるな。僕ですもん。コロナ禍やったしね。そうでもスケジュール的にもうどうにもならなくなって何年か前に辞めてますけどね。僕の1年前に先生が辞めて。あ、そっか先生が。そうなんです。僕は先だったんですよ。
そう、ね、1年ぐらい、ちょうど1年ぐらい先に辞めて、当時その話してたもんね。で俺が辞めようか悩んでる時に、早く辞めろよみたいな、いいぞみたいな感じではありました。そう、いや今はだって普通やけど、2人と会った時は昼間だよな言ってたもんな。その平日の昼間だよな、で慣れなかった、私服だよな、慣れなかった。俺には理解できない、やめたって、電車乗っててもさ、普通にみんなサラリーマンの方いる中で、なんかこう普通になんかね、普段着でいるのがなんか最初はなんかもっとなんか解放された気持ちになるのかと思ったんだけど、なんかいいのかなみたいな、罪悪感じゃないけど、そうそういうのもなんか変な感じでしたよね。会社的にはなんでやっていう。もちろんなりました、なりました。すごい止められたし、まあ川辺ちゃんもそうだと思うけど、そうですね。やっぱり武術で行くのみたいに止められ方ですか？いや、追っていいだろうみたいな。そうもったいないっていうのもあったし、もちろんなんかその先行きのそのねこともすごい言われたし、まあでもね、人生一度きりなんで。でもねってなりますよね。なりますよね。だってもっとできるようになるわけですからね、会社をその辞めることによって使える時間が変わってくるから、それはね、そうなってきますよね。プラスのことしか多分考えてなかったんで。でも俺就職したことないけど、逆の立場やったらめっちゃ怖いけどね。毎日月曜から金曜まで行って、ちゃんとした給料をいただいてた生活をいきなり十何年で2人ともバンって辞めるのは、俺はやってきてないから普通やけれども、だいぶ勇気いるよね。まあね、だからすごいよね。逆にすごいね。そっちを知らないんだから。いや、だから就職できへんから。多分撮影の時にたまにスーツの時であったりとか、仕事終わりとかでね。そうやね。俺も稽古前はスーツで行って脱いで道着に着替えてやってって感じでだった。だからそういう話戻すけど、生産管理とか生産現場とかで見たりする仕事だったから、ブロスジャパンのオフィスとか工場見学とかがすごい楽しかったんですよね。そうで、僕ら監査受ける側だったんですけど、その監査受けてる側としてのこの見方っていうか、すごい大変なんですよ、いろいろ。しかも工場とか見てもね、ここはもしかしたら改善ができるんじゃないかみたいな。ずーっと言ってたもんね、俺。改善の余地あるなみたいな。やっぱ見ちゃうのよ、そういう。なんかその生産技術の仕事ってそういう解析とか、なんかなんていうの、そういう改善とか、そういうのもメインでやってるから、なんか物事に対する見方をこう俯瞰で見なきゃいけないんですよね。その不具合に対して一方的なこの見方だとわからないんですよ、どこに原因が潜んでるかって。そういうものの見方はその仕事のサラリーマン時代にすごい培われて、それがなんかすごい武術をやる上ですごくなんか自分に生きていたなっていうのをすごい感じます。じゃあステップはそのサラリーマンの経験が詰まってるストレートリードにはとか、なんか今日はこれをやろうとか建設的なそうスケジューリングもそうだし、稽古の内容の組み立て方ももちろんそうだし、あとはなんだろう、その技に対する分析とか、そういったものの考え方とか見方は、あと柔軟な発想がないとやっぱできないんで、だから双方、武術もそうだけど、武術をやりながら仕事をしたことによって両方こうすごくいい感じに補い合ってた感じがします。とっても。いやだからそのサラリーマンやってても楽しかったのは楽しかった。めちゃくちゃ楽しかったですね。そうやりがいは感じてた。これってマジでまあ聞かんかったよね。まああえてね、あえてというか、たまにステーキミは食いながらとかあった。なんか先の話をいっぱいしてるから、その先生がサラリーマンっていうね。確かにみんなで昔話そんなしないですもんね。しないね。昔はなんとなく知ってるけどね。マジ今おじさんたち青春してるからさ。今しか見てない。そう今しか見てない。未来しか見てない。そうやね。未来しかマジで昔は良かったなって言わない。言わないね。僕らはそう青春。昔も良かったんだけどね。俺もサラリーマン嫌で辞めたわけじゃないし、楽しかったし。生きてるし絶対。そう生きてるんですよ、経験が。それは思うよ。絶対俺にはできへんもん。そのもう早いやん、勘弁もね。そのサロンに入ってる人とかやったら分かると思うけど、こんなんしようかって言ったらもう全部文章でパッパッパッ。川辺ちゃんスピード感すごいよ。そのミートじゃないけど、こういうのこうやるとか。仕事できる人のスピード感。だったらこれぐらいのやったらこうやった方が用意してた方がいいですよ。そうやったらこのメールを打たないと、まずさこれをやってから動きましょう。とか。
ずっと個人事業主やからやったことないというか、一通りできますしね。僕もなんかGoogle フォームであれ求めスプレッドシートでまとめてみたいな。まあそれも会社員時代に普通にやってたから普通にやってたからね。まあそうっすね。わかるわかる。端々に感じますよ。そういう。だもうバランス取り合ってますね。僕らで。はい取り合ってますね。ワインのまあ取り留めもない話ですが。はい。興味あった人。いやでも興味あった。俺もマジで聞いてなかったから。サラリーマンしてただけしか聞いてなかったから、なんかこういうカメラのこういうのこんなんやってたとか全然知らなかったから。はい。なんか窓際族とかなかったのがちょっと悲しいっす。なんでどういうこと？なんか窓際とかでおってほしかったっす。なんでだよ。なんか庶務人みたいなところにおってほしかったっす。今時ないと思うよ。ないんか。ないよ。多分だけど。はい。今回の動画は先生の過去サラリーマン時代の話を聞こうでした。はい。なんかリクエストあればまたこんなのいつでもできる。そうだね。確かに確かに。何について話してくださいとかあれば。なんかね変わったバイトエピソードとかでもいいし、先生がサラリーマン辞めてどうやったかって今会社辞められる方もいらっしゃるかもしれないしね。そうですね。はい。お悩み相談室で3人で視聴者からのやります解決する回でもいい。さあ1回そのまましかコメント聞いて3人寄ればです。文殊の知恵。もしかしたらサロンになるかもしれないですけれども。入ってくださいってなっちゃうかも。サロンになるかもしれないですけど、悩みもねあれば連絡ください。はい。さあ本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。できるとこっち側が開くのでここに。